こんにちは。ナビゲーターの小原ちゃんです。ネパールの生き神様クマリがお目見えするとても貴重な日、その朝を迎えています。大祭インドラジャトラの期間中、クマリがお目見えするその日のお祭りを地元の人たちはクマリラティアトラと呼びます。この日の夕方4時頃になると、クマリはついにその姿を現してくれます。1年にたったの3日間しか訪れない特別な日の朝のカトマンズ。この後に及んでもこの街は何も変わらずいつも通り祈りの空気で満ちています。さて、お祭りの中心となるダルバール広場に向かう前に、まずはいつものようにアンナプルナ寺院にお参りをしましょう。以前もご紹介したこのアンナプルナ寺院、食べ物の神様として敬意を集めています。人々はお祈りを捧げ、ティカを授かっています。路地を少し歩いてみます。お店のシャイなお兄さん、そしてとても重たそうな荷物を運ぶお父さん、ありがとうございます。アカシュバイラブのもとにはやはり大勢の人がお祈りに訪れています。神様の口元や首元にいろいろな食べ物を捧げるのは献身や感謝を表す行い。これはプラサダとして知られています。こうして神様に捧げられた食べ物は神聖なものとなり、儀式の後には祝福として分かち与えられます。霊的な恩恵と神様の恵みがもたらされるのです。またお祈りの時に炎を用いて火の神様アグニを呼び起こすことで、その祈りと捧げ物が神様へうまく伝わるとされています。さて、いよいよお祭りの中心ダルバール広場にやってきました。ここはクマリの館の目の前です。クマリが乗る山車の先端に描かれたアカシュバイラブが黄金に姿を変えました。クマリラティアトラの準備が厳かにいよいよ佳境を迎えています。山車の屋根はマリーゴールドで念入りに飾り付けられます。この日、人々の前にお目見えしたクマリはこの山車に乗って町の中へと向かいます。この町と人々を祝福して回るのです。そして町の人たちはこのマリーゴールドの一つ一つをいただいてクマリの恩恵を受け取ります。クマリのお目見えまでまだ4時間もあるのに、広場は少し騒然としてきました。けれどそのざわめきはなんだかとても穏やかで優しさにあふれています。このお祭りが行われるここカトマンズのダルバール広場はユネスコ世界遺産にも登録されている歴史文化的にも重要な場所です。ハヌマンドーガ寺院、マジュデワル寺院、インドラプール寺院、シバ・パールバティ寺院などさまざまなお寺が鎮座しています。ここは12世紀から18世紀までカトマンズ盆地のさまざまな都市国家を統治していたマンラ王たちの王宮及び行政の中心地でした。
マンラ時代独立した公国が乱立する中で、マンラの三大公国はバクタプル、パタン、そしてカトマンズ。それを証明するかのように、バクタプルとパタンにもダルバール広場が存在します。そしてダルバール広場でひときわ目を引くこの真っ白な建物は宮殿ガディバイタク。18世紀に設立されたシャー王朝により1908年に建てられ、シャー王の王宮であるとともに重要な国家行事にも使われていました。そのガディバイタクに向かって右側にある大きな建物がクマリの館。クマリはここに住んでいます。クマリのお目見えまであと3時間。人々がみるみるうちに集まり始めました。クマリが乗る山車はすっかりマリーゴールドに包まれています。残り2時間の頃になると、山車の前では祈りの儀式が行われます。お米やバナナなどの捧げ物とともにマントラが唱えられます。こうして山車が浄化されていくのです。ネパール軍のグルカ兵によるパレードが始まりました。広場のざわつきはさらに増していきます。その空気の高揚はとても緩やかですが、それでも確実です。この町の人が1年間も待ちわびていたあの瞬間がもうすぐそこまで近づいているのです。このお祭りにはさまざまな要人も参列します。こちらはラムチャンドラ・パウデルさん。ネパールの第3代目現職大統領です。ダルバール広場に集まる人はどんどん増え続けます。それはネパールの生き神様クマリの姿をその目に焼き付けようとする人たちです。そしてクマリにこの一年の感謝を伝えようとする人たちです。お祭りの前に広場を練り歩くのは選び抜かれた地元の人たち。彼らは伝統的なパフォーマンスで人々のボルテージをさらに引き上げてくれます。
一吹きのファンファーレが広場の空気を引き裂くと、ネパールの国歌が響き渡ります。さあ、いよいよです。クマリ・ラティヤトラが開幕しました。縁起と黄金の旗の下にあの神様がいる。ファンファーレとともに降り始めた雨は何事もなかったかのように空に帰り、傘は一つまた一つとしぼんでいきます。このように花を探しに来た主とはぐれてしまった白い象が広場に姿を現しました。どうやらその主を求めて歩き回っているようです。人間にも悪魔にもなれなかった赤い魔物がダンスを踊ると、この町の人々は農作業の疲れをすっかり忘れてしまいます。そしてその魔物が邪悪な霊を取り払いながら進むその先はこの町の真ん中。黄金の出汁がその時を待っているのでした。割れる人だかり、かすかにできる細い道、その出どころに目をやると、縁起と黄金の旗が視界に飛び込んできました。ついに姿を現したあの神様。この日、生神くまりがお目見えします。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。お友達やご家族にも教えてあげてくださいね。すぐにお会いしましょう。じゃあまたね。音楽なんてなくても別にいいのに、それなのになんでだろう。音楽がないと人生はちょっと長すぎ、退屈な日々と長くやまない